マーシャルプランの導入により、ヨーロッパにはドルが行き渡りました。その結果、戦後のヨーロッパで深刻な問題となっていたドル不足が解消し、原材料や部品の輸入が再開。ブレトンウッズ体制によって確立したドルを基軸通貨とした自由貿易が機能し始めました。こうしてドルで原材料や部品を輸入し、それを元に製造した製品を輸出して、再びドルを稼ぐという戦後ヨーロッパ経済の循環が動き始めたのです。そのような中で世界では関税と貿易に関する一般協定、通称 GATT が結ばれます。この協定の目的は自由な貿易を目指すことです。というのも第二次世界大戦の原因の一つとして世界恐慌による経済のブロック化がありました。貿易が閉ざされた結果、追い詰められた国々が戦争に踏み切ったという反省があったのです。よって戦後の国際秩序では自由で開放的な国際経済体制を作ることが戦争を防ぐ手立てになると考えられました。関税という貿易の壁を引き下げよう。そうすれば自由で開放的な貿易体制が築かれる。それこそが国際平和の礎となるのだ。このような発想のもとに結ばれた協定がこの GATT でした。しかし世界の情勢を見てみると、東西の分裂はますます激しくなっており、ソ連は東側諸国に対する統制を強化していました。各国では共産党以外の政党が認められなくなり、ソ連の影響力が強まっていったのです。これに対して西側諸国も団結を強めていきます。まず最初に実施されたのがドイツ占領地区の統合でした。とはいえフランスは強いドイツの復活は嫌だと考えていたため、この話はそう簡単に進みません。そこでアメリカとイギリスはフランスの主張を受け入れて譲歩しました。フランスの工業地帯を国際管理化すべきだという主張を認め、フランスにも工業地帯に対する発言権を与えたのです。その上でアメリカは、もしフランスが協力しなければアメリカのヨーロッパ支援を見直すと圧力をかけ、フランスの占領地区をアメリカ、イギリスの占領地区に統合することを求めました。このような経緯を経て、西側諸国の占領地区は統合され、ドイツ西部は復興を進めることになっていきます。さて、このようにして東西の分断が強まっていく中、その最前線となっていたドイツではお金の問題が深刻化していました。当時のドイツでは依然としてナチスドイツ時代の通貨ライヒスマルクが使われていました。しかし敗戦によってその信用はすっかり失われており、通貨の価値はほとんどない状態だったのです。このためライヒスマルクで物を売ってくれるお店はなく、人々は闇市での物々交換に頼らざるを得ませんでした。したがってドイツ経済を立て直すためには、まず通貨を新しくして信用を回復することが必要だったのです。こうしてアメリカ、イギリス、フランスの占領当局はドイツマルクという新しい通貨を発行し、その信用を保証する通貨改革を行います。これにより西側の占領地区では倉庫に眠っていた物資が一夜にして店頭に並び、闇市は急速に縮小していったのです。しかしこのような動きはドイツは経済的に一体であるとする前提に反するものでした。旧通貨のライヒスマルクはソ連の占領地区でも使われていたため、西側で新しい通貨が導入されると、ソ連占領地区で使われている古い通貨はさらに価値を失ってしまいます。そこでソ連も対抗して東側で使える新しいマルクを発行。この結果、占領地区で共通に使える通貨はなくなってしまい、ドイツは経済的にも分断されてしまいました。しかしドイツが分断されてしまえば、ソ連は工業地帯に関する発言権を失ってしまいます。ドイツから賠償を引き出したいと考えているソ連にとって、それは避けなければならない事態でした。そこでソ連はドイツの分断を阻止するために新たな一手を繰り出しました。それがベルリン封鎖です。この頃のベルリンはソ連が占領している地区の内側に存在する西側の飛び地になっていました。そのためソ連は軍隊を動かして西側諸国の占領地区からベルリンへと続く道を遮断。こうすれば西側諸国は食料や石炭をベルリンへと運び込めなくなってしまいます。その上でソ連は西側に対してドイツの分断をやめろと要求しました。しかしアメリカはすでに
ソ連は意図的にヨーロッパ経済の復興を遅らせていると判断していたため、ソ連の圧力には屈しません。それどころかアメリカ国内では、ソ連はベルリン市民を人質にしている、これは許せないことだという世論が高まり、ヨーロッパへの積極的な関与を支持する声が強まりました。こうしてアメリカとイギリスは大空輸作戦を実施。陸のルートが使えないのならば空のルートを使えばいい。そのような発想のもと、輸送機を使って大量の食料や石炭、生活必需品が次々と西ベルリンに向けて運ばれていきました。もちろんソ連もその気になれば輸送機を撃ち落とすことは可能です。しかし、もしもそれを実行すれば第三次世界大戦に発展する可能性がありました。ソ連も戦争は望んでいなかったため、輸送機の攻撃には踏み切らず、結局ベルリン封鎖は失敗に終わったのです。こうなるとソ連はドイツでの新しい占領体制をどのように維持していくかを考え直さなければなりません。しかしソ連はドイツだけでなく、自分の国の経済復興も急がなければならないし、東欧諸国の社会主義体制の確立にも取り組まなければなりませんでした。よってソ連が考えたドイツの新しい占領方針は、自立してもらうというものになります。すでにソ連占領地区では社会民主党と共産党が合併し、社会主義統一党が結成されていたため、この社会主義統一党の主導の下でソ連をモデルにした改革が行われていくことになったのです。ところがソ連が実施した計画経済は重工業を優先していたため、人々の生活は後回しにされていました。西側では通貨改革によって貨幣の信用が回復し、生活に必要な商品がたくさん出回るようになっていましたが、東側では生活に関わる商品の供給はほとんど改善されず、食料不足にあえいでいた人々は西側へと逃亡していきます。すると労働者が流出したことによってソ連側の計画経済が狂うという負の連鎖に陥り始めました。こうして東側ではソ連化に抵抗する人々に対して政府が理想を掲げながらも抑圧で対応する状況が続いていったのです。そのような中、東側諸国は経済分野においてマーシャルプランに対抗しよう、お互いに経済的な援助をし合おうという発想のもと、コメコンを結成、経済的なつながりを強化しました。一方で西側諸国は軍事分野において東側諸国に対抗しよう、お互いに軍事的な援助をし合おうという発想のもと NATO を結成、軍事的なつながりを強化しました。そしてとうとうドイツはドイツ連邦共和国、通称西ドイツとドイツ民主共和国、通称東ドイツという分断国家としての再出発を強いられることになります。西ドイツではコンラート・アデナウアーが首相に就任し、東ドイツではオットー・グローテボールが首相に就任。以後、東西に分かれたドイツでは国家の統一が悲願となっていきます。そしてアメリカとソ連の間では深刻な危機が発生しましたが、両国は第三次世界大戦の勃発を避けようとしたため、ヨーロッパの情勢は冷戦の状態にとどまります。ところがアジアにおける対立はヨーロッパとは逆の道をたどりました。そこでは軍事力による直接の戦い、すなわち熱戦が繰り広げられることになっていったのです。